のささやきの朗読や最初にこの現場へ入った日のことを今でもはっきりと覚えている。呼ばれたのは古い集合住宅の一室だった。玄関前に立っただけで空気が重く湿っているのが分かった。管理会社の担当は何か言いかけていたが、途中で口を閉じた。そのまま鍵だけを渡してくる。ああいう沈んだ顔は何度も見てきたはずなのに、この時は妙な違和感が残った。部屋の中は生活の途中で時間が止まったようだった。食器も服もそのまま置かれている。ただ床にだけ微妙な跡があった。人が横たわったようにも見えるし、重いものを引きずったようにも見える。だが最初は気にしなかった。こういう跡は特殊清掃の現場では珍しくはない。そう自分に言い聞かせて作業を始めた。数時間後、一度外に出てから戻った時だった。床の跡が変わっていたんだ。照明の角度ではない。光の加減でもない。さっきは薄い影のような輪郭だったのに、戻ると色が濃く深く沈んでいたんだ。広がり方も違う。まるで誰かがもう一度そこに横たわったようだった。この部屋は窓が一つしかなく、日差しも入りにくい。それなのに後の部分だけが乾かないんだ。じっとりと粘りつくような湿り気がある。手袋越しに触れるとわずかに暖かかった。誰かがついさっきまでそこにいたような、そんな温度だった。俺は気のせいだと思おうとした。だが視線を外してからもう一度見る。後の端が少しだけ伸びている。主張するみたいに、ここにいると示すみたいに。その瞬間、胸の奥に重いものが沈んだんだ。この部屋にはまだ何かが残っている。そう考え始めた時点でもう後戻りはできなかった。逃げる理由はいくらでもあった。それでもこの後が何なのか、それだけは確かめずにはいられなかったんだ。この時すでに俺は現場に入ったのではなく、呼ばれていたんだと思う。翌日、再び同じ部屋に入った。あの後は完全に消えていた。専用の薬剤を使い、床材も念入りに処理をした。色も匂いも残ってはいない。見た目だけなら最初から何もなかった部屋だ。それなのに部屋に入った瞬間、体が止まった。空気が違う。昨日よりもはっきりと重い。床を見下ろすと跡はなかった。だがそこだけ避けるように視線が滑る。
無意識に近づきたくない場所を体が覚えているんだ。作業を再開し、しばらく経った頃だった。床に薄く影のようなものが浮いていたんだ。最初は気のせいだと思った。だが影は輪郭を持っていた。昨日見た形と同じだった。色はまだ淡い。濡れてもいない。ただ確かにそこに形がある。俺は一歩下がった。それでも影は消えなかった。むしろ少しずつ濃くなっていくんだ。不思議なのは床だけじゃなかった。周囲のものがわずかに歪んで見える。空気が沈み、押しつぶされているような感覚だった。気づいた時には息が浅くなっていた。胸が苦しい。酸素が足りないわけではない。誰かに上から覆われているような、そんな圧迫感だった。視線を上げた瞬間、理解した。この後は床の問題ではない。ここは場所なんだ。誰かが何度も戻ってくる位置。消されても忘れられても必ず戻る場所。影は昨日よりもはっきりとしていた。人の形だ。横たわっているのではない。起き上がりかけている。俺はその現場を離れようとした。だが足が動かない。影の中心に惹かれている。その時気づいた。影の輪郭の端が昨日より少しだけ高い。床から浮いている。次にここへ来た時、この影はもう床にはいない。3日目、部屋に入った瞬間、空気の重さが明らかに違っていたんだ。昨日までは胸の奥だけが沈むような圧だったが、この日は頭上から落ちてくる。床を見る。あとはもうそこにはなかった。だが完全に消えたわけではない。ただ昨日まで床にあった形がどこにも見当たらない。代わりに部屋の中心にだけひどく静かな気配が渦のように漂っていた。視線をそらそうとしてもそこへ引き戻される。目には見えないのに何かがいるとわかる場所だった。道具を持ち替えようとしゃがんだとき、ふと気づいた。床の下ではない。真上だ。呼吸が浅くなる。誰かに肩を掴まれたわけではないのに、体が勝手に固まった。天井に目を向けるのは正直怖かった。だが向かわずにはいられなかった。この3日間ずっと床だけを見ていたが、最初からそこじゃなかったんだと気づいてしまった。俺は意を決してゆっくりと顔を上げた。最初は光の加減だと思った。天井板に落ちる影が不自然に濃かったからだ。けれど目を凝らすと、それは影ではなかった。天井、その一点だけ薄く形が浮いていたんだ。人の顔、横から押し付けられたような潰れた形。だが
目に当たる部分だけが深い穴のように沈んでいたんだ。その穴がこちらをまっすぐ見ていた。一瞬で分かった。床にあった跡はそこから落ちた影だった。本体はずっと上にいた。消しても拭いても何度も現れたのは、この天井に張り付くそれが理由だったんだ。視線をそらしたかった。なのにそらせない。吸い込まれるように見続けてしまう。そのうち天井の顔がわずかに揺れた。息のように動いた次の瞬間、気づいた。天井板ではない。天井と顔の間にわずかな隙間がある。張り付いているのではなく、そこに潜っている。そしてゆっくりとその顔は穴から出てこようとしていた。逃げようとした足が動かない。恐怖で固まったわけではない。足首を誰かの指でつままれたような感触があった。視線を下げると床にはもう跡はなかった。なのに確かにそこから触れられている。天井の顔が少しだけ降りてきた。鼻の形がわかる高さまで。この部屋の跡は戻るのではない。戻されていたんだとその時わかった。逃げなければと思った。けれど足は床に張り付いたように動かないんだ。つままれるような感触はもう足首からふくらはぎへと移っている。何かが下から引いている。だが床には何もいない。その不自然さが逆に現実味を帯びていたんだ。そして天井の顔はじわじわと降りてきた。最初は目だけ、次に鼻筋、その後頬の線。人の顔に見えるが、どこにも体がつながってはいない。天井の穴に顔だけが詰まっているようなありえない姿だった。音はしない。呼吸もない。なのに生きている。こちらを見ている。俺は視線をそらせずにいると、顔の輪郭が少しずつ崩れていくのが分かった。肉が落ちているわけではない。薄い膜のように形が溶けて広がっているんだ。まるで天井と顔の境界が混ざり合い、一つになっていくようだった。そして気づいた。天井にできた薄い膨らみ。あれは単なる影ではなかった。部屋の形そのものがゆっくりと歪んでいたんだ。顔の下に細い腕のような影が伸びた。次に肩、そして首の付け根が見えた瞬間、心臓が痛むほど脈打った。顔だけではない。全部ある。ただ天井の向こう側にいるんだ。そこから出ようとしている。足をつまむ感触が強くなった。引きずる力ではない。触れて確認している手つきだった。まるで、ここだ、と確かめるように。顔が完全に部屋へ出てきたとき、ようやく声を上げた。自分でも驚くほど弱い声だった。
誰かを呼ぶ声ではない。自分自身に向けた拒絶の声。だが遅かった。天井の穴から首が抜けた。次に肩が落ちてくる。その重さは見ているだけでわかるほど異様だった。落ちてくるものではない。降りてきている。なぜ逃げられなかったのか。なぜ足が動かなかったのか。その理由は単純だった。この部屋で最後に横たわったのは床に跡を残した誰かではない。俺の跡がもう床に浮かんでいたんだ。視線を下げると自分と同じ形の影が濃く深く沈んでいた。影はゆっくりと腕を広げ、天井から降りてくるそれと同じ角度で動いていた。そして天井の顔が笑った。形が崩れたその口がゆっくりと。そして最後に見たのは降りてきた腕が自分の肩に触れる瞬間だった。冷たさも熱さもない。ただ確かに触られた。そこから先の記憶はなかった。気づいたとき部屋は真っ暗で影も跡も消えていた。だが一つだけ変わっていないものがある。天井を見ると薄く顔が浮かんでいたんだ。今度は俺の顔だ。床下の異常に最初に気づいたのは真夏の現場だった。特殊清掃の仕事をしていると季節ごとの独特の匂いや湿気には慣れているはずだ。だがこの部屋だけは入った瞬間に空気が止まったように感じたんだ。荷物はほとんど残っておらず、片付けも進んでいると聞いていた。ただ玄関で靴を脱いだ時に床がわずかに沈むのが分かった。柔らかいわけではない。一定の間隔で規則的に沈む。歩くたびに同じ位置で沈むならわかる。だが違った。部屋の奥へ進むと沈む場所が変わる。まるで誰かが足の位置をずらしながら俺の前を歩いているような沈み方だった。管理会社の担当は床下に動物とかかもしれない、そう言っていた。だがそれにしては沈むリズムがあまりに整っている。軽い衝撃でも揺れる古い床とは違い、明確に踏まれたような感覚があった。部屋を一周した後、中心あたりで手を止めた。足元がさっきより強く沈んだ。一定の間隔。数を数えると8歩目ごとに沈んだんだ。人の歩幅とは微妙に違う。だが規則を持った何かが下にいることだけは分かった。作業を進めようと膝をついた瞬間、床下からコツンと硬いものが触れるような音がした。その位置は自分の膝の真下。木材を押すような音ではない。もっと近い床板の裏側を指先でついたような音だった。体が固まった。
もう一度コツ。間隔は8秒。8歩ではない。8秒だ。立ち上がった時には背中に汗が流れていた。だが仕事を止めるわけにはいかず、掃除道具を持ち替えて部屋の隅に向かった。そのタイミングで床下からまたコツッと鳴った。今度は自分の立つ位置のすぐ左。動いている。そう理解したとき、呼吸が浅くなった。普通なら床下に人がいるはずはない。だが感覚の正確さと位置の移り方はどう考えても生き物の動きだった。ふと視線を落とすと床の隅にわずかな隙間があることに気づいた。その暗がりからゆっくりと何かが覗いていた。白く細い指のような形。一瞬見えた後すぐに引っ込んだ。ただ誰かが床下からこちらを確かめている感覚だけが残った。この部屋では下が空間ではない。下が誰かのいる場所だ。そう思った瞬間、再びコツンと8秒後に音がした。今度は俺の真下からだった。翌日、同じ部屋に入った瞬間、昨日とは空気が違っていた。暑いはずなのに、床の近くにだけ冷気が溜まっている。部屋の温度ではなく、床下だけ別の季節を抱えているような冷たさだった。まず足を踏み出す。沈む。昨日と同じ感覚。8歩目で必ず沈む。ただ一つ違ったことがある。沈み方が浅くなっていた。まるで下にいるそれが昨日よりも天井の近くまで上がってきているようだった。真ん中あたりで止まると自然と息が細くなる。沈む場所と沈まない場所の差が昨日よりはっきりとしていた。まるで下から触られている線が部屋の中に描かれているみたいだった。俺は床板に耳を近づける。だが何も聞こえない。聞こえないことが逆に異常だった。本来なら外の音や自分の動きの振動が伝わるはずなんだ。なのに床下は完全に閉ざされた空洞になっているようだった。道具を取りにしゃがんだとき、また8秒が過ぎた。コツッと床を裏側から押す音。昨日より強く、そして近い。俺は反射的に後ずさった。次の8秒が来る前に距離を取ろうとしたが間に合わなかった。コツン。次は足首の真下。正確すぎる位置。そこでやっと気づいた。8秒という間隔はこちらが部屋でどう動こうと絶対に変わらない。人間の呼吸のリズムでもない。歩幅でもない。生活の癖でもない。それは待っている。その感覚は
明らかにこちらに合わせた動きだった。部屋の隅にある小さな通気口がわずかに開いているのに気づいた。昨日は閉じていたはずだ。誰が開けたのかわからない。けれどそこから冷気が上がり、薄暗い穴の奥が見えた。暗闇の奥に白く細い一本が浮いていた。指だ。昨日見たものより長かった。そして向きが変わっている。こちらを指さしているように見えた。通気口を塞ごうと近づいた瞬間、床下からコツッと鳴った。今度は床を叩く音ではない。木材をつまむような湿った音。そして8秒後、もう一度同じ音。距離がさらに詰まっている。穴の奥の指がゆっくりと引っ込み、代わりに別のものが浮かび上がった。白く丸い、布のようで肉のようでもある。次に黒い2つの点が現れた。目だ。床下から見上げている。何も言わない。そして動かない。ただこちらを確かめるように静かに見続けている。そして8秒後、コツッ。今度は俺の立つ位置の中央から響いてきた。床は薄い。その向こうは誰かの顔がある。3日目、玄関を開けた瞬間、嫌な確信があった。この部屋はもう床下だけの問題ではない。靴を脱ぎ、一歩踏み出した。沈まない。2歩目も3歩目も同じだ。8歩目になっても床は沈まなかった。嫌な静かさだった。あの規則的な感覚が消えているんだ。それは解決ではなく移動を意味している。部屋の中央まで進んだところで足の裏に違和感が走った。沈むのではない。押し返される。まるで下から床板を持ち上げられているようだった。古い建物特有の歪みではない。意志のある力だ。床に手をつく。ひんやりとした感触。だが昨日までの冷気とは違う。体温に近い。触れている何かの温度だった。次の瞬間、床板がわずかに膨らんだ。目で見てわかるほどではない。だが確実に形が変わっている。その中心にうっすらと線が浮いた。一本ではない。5本。指の並びだ。俺は反射的に手を引いた。だが遅かった。床板の裏側から同じ位置に圧がかかる。こちらの手の形をなぞるように。8秒という間隔はもう意味を持たなくなっていた。代わりに動きが連続している。待つ段階は終わった。床下から何かが押し上がってくる。音はない。きしみもない。
ただ床が呼吸をしている。視界の端で通気口がゆっくりと広がった。金属が曲がる音はしない。だが穴は確実に大きくなってきている。そこから顔が現れた。昨日見たものより近い。白く表情のない顔。目だけが異様に生々しい。視線が合った瞬間、理解した。この顔は下から上を見ているわけではない。同じ高さにもう来ている。床の中央が盛り上がった。人の背中のように。肩甲骨の位置まではっきりとわかる。逃げようとはしたが足が滑った。床が湿っていた。昨日まで何もなかったはずの場所に濃い跡が広がっていた。それは人が伏せている形だった。しかも裏返しで、床下にいたものが床そのものになろうとしている。膨らみがもう一度大きく脈打った。次は確実に破れる。そう思った瞬間、床の奥から視線が消えた。代わりにすぐ背後で床が沈んだ。振り返ると床が一つだけ深く沈んでいた。誰かが膝をついている時の形に近かった。だがそこには人影はない。沈みだけが異様に重い。俺は息を殺して後ずさった。すると沈みがゆっくりと移動した。距離を詰めるようにじわりと近づいてくる。床に染み込んだ重みがこちらを追うように動いている。視線を落とした瞬間、沈んでいた場所に5本の線が浮かんだ。指の跡だ。それも床板の裏側から押された形。爪の先が木目に食い込んでいる。そのままゆっくりと2本の腕の形が浮かび上がった。肩に向かって伸び、やがて頭の輪郭が押し出される。顔が下から床を押し破ろうとしている。板がうねり、ひびが走った。古さではない。誰かが通るための避け方だった。パキッと小さな音がして床板の一部が割れた。その割れ目から白いものが覗いた。皮膚だ。指ではなく額のような丸みを帯びた部分。そのすぐ下に黒い2つの穴があった。目だった。完全にこちらを見ている。割れ目がさらに広がり、顔が押し出された。多少の歪みはあるが、人間の形をしている。ただ、表情がない。目だけが異様に深く、奥底から光のない闇を抱えていた。床板が大きく弾けた。破片が飛び散り、穴の縁に白い腕がかかった。指が床板をぎゅっとつかみ、そのまま体を引き上げようとする。膝をつき、肩が出てくる。
そして頭が完全に部屋の空気に触れた瞬間、部屋の温度が一気に下がった。その存在は音を立てず、ただまっすぐこちらへ向けて首を傾けた。それは何かを探す仕草。誰がここにいるのか確かめるような動きだった。俺は逃げようとドアに走る。だがドアノブは動かなかった。鍵ではない。外側から押さえられているような妙な手応えだった。背後で床の穴から滑り出る音がした。濡れた布を引きずるような重たい摩擦。振り返らなくてもわかる。完全に上に出た。足元に冷たいものが触れた。見なくてもわかる。あれが俺の足首を掴んだんだ。振り返ったとき、床下から出てきた顔が自分の足元にあった。表情のないその顔がゆっくりと口を開く。その口の奥はまるで床下と同じ暗闇につながっているように見えた。次の瞬間、床が沈んだ。今度は俺の立つ位置が沈む。まるで床下へ引きずるための形に変わったようだった。沈みは深く、腕が足に巻きつく。逃げようと体をねじる。だが重みが増して動けなかった。その時理解した。床下の感覚は俺の動きと距離を測るためのものだった。沈む。さらに沈む。そして見えなくなる瞬間に気づいた。床板の割れ目に俺の指が浮いている。あとは動物でも人でもない。次に沈むものの形だった。そして最後に見えたのは床の裏側から覗く自分の影だった。最初にこの家へ入った日は今でも思い返すだけで胸の奥がざわつく。夜逃げの痕跡が残る家は珍しくないが、この家だけは空気が濁っていた。湿気でも埃でもない。天井の方から重さが降ってくるような感じがした。照明のスイッチを入れると薄暗いオレンジの光が部屋全体を照らした。家具は最低限だけ残っていて、散らかっていないのに人が消えた後の妙な静けさがある。音のない部屋というより音を吸われているような空気だった。管理会社の担当に聞けば、家族は夜のうちに姿を消したという。荷物を少しだけ持ち出して残りはそのまま。トラブルはなく借金もなく理由はわからないまま。ただ2階の部屋だけは使っていなかったとだけ伝えられた。俺はその2階が気になって仕方なかった。階段を上がると少しずつ匂いが変わる。古い木材が湿った匂いはあるが、それだけではない。人が長い間
閉じこもっていた時に残るこもった体温の匂いに似ていた。2階の廊下は細く、奥に一つだけ扉がある。ノブを握ると想像以上に冷たかった。家の中でここだけ温度が違う。扉を開けた瞬間、ゾッとした。部屋の形そのものは普通だった。ベッドはなく、棚が一つあるだけだった。物が少ないのに、天井だけが異様に低く見えた。構造ではなく、見え方が低い。ライトを天井に向ける。木目は普通、継ぎ目も問題ない。なのに、中心だけが影のように濃くなっている。光が当たっているのに、そこだけ沈んで見える。嫌な気配が喉の奥に引っかかった。理由はわからない。ただ、その濃い部分から目をそらせなかった。片付けを始めようと棚の上を拭いたとき、ふと気配が変わった。背中側で空気がわずかに揺れる。風ではない。揺れでもない。それは視線だった。振り向くつもりなんてなかった。だが視線が勝手に上へ吸い寄せられた。見た瞬間、息が止まった。天井の濃い影の中央に丸い形が沈むように浮いていた。最初は天井の模様かと思った。だが違う。目のような二つのくぼみがこちらの位置を正確に捉えていたんだ。鼻に見える影、口に見える線。それらが天井に張り付いたまま、はっきりと顔になっていた。動かない。音もない。だが確かに生きている。その顔の視線が自分の足元へゆっくりと滑った。まるで降りる場所を探しているように。次の瞬間、天井材がわずかに膨らんだ。呼吸をするように上下したんだ。その膨らみの中央で天井の顔がほんの少しだけ笑った。翌日、再び2階の部屋に入ると空気が変わっていた。昨日より冷たい。ただの気温ではない。体の内側まで冷えていくような、ゆっくりと沈む冷たさだった。ライトをつけると、天井の顔は消えていた。目のくぼみも口の線も何もない。ただの天井板にしか見えない。だが部屋の中央に立つと胸の奥がざわついた。見えていないだけであれはまだ上にいる。そんな確信の方が強かった。試しに視線をそらしながらそっと天井を見上げた。昨日の位置、中心より少し左。そこだけわずかに色が違う。他より暗い。光が当たっているのに沈んでいる。近づくと床がかすかにきしんだ。音ではなく振動。誰かが天井の裏側を歩いているような細い揺れだった。部屋の天井裏に
人が入れる隙間はない。物理的に無理だ。それでも確かに上にいる。棚の位置をずらそうとして触れた瞬間、嫌なことに気づいた。天井の中心を見上げる角度になると、空気がわずかに重くなる。その範囲は丸い。まるで見えない円が描かれているようだった。円の中心が昨日顔があった場所。視線が自然にそこへ引き返ってしまう。見てはいけないと思いながら視線が勝手に吸い上げられる。そして見えてしまった。昨日消えたはずの顔が天井の木目の間に薄くにじんでいた。輪郭は浅い。目の部分だけ暗い二つの穴。昨日よりわずかに大きい。顔が見える位置に立つと胸の奥が圧迫される。壁や床は普通なのに、その場所だけ空気が粘っていた。一歩後ろへ下がると顔は消える。一歩前に進むとまた浮かぶ。まるでここに立てと言われているようだった。試しに棚の位置を変えてみる。足音が響くたびに天井の暗い部分がわずかに揺れる。呼吸ではない。こちらの動きを上から追ってきているような動きだ。嫌なものが胸の奥で硬くなった。昨日は見られていた。今日は探されている。2階の窓を開けようとしたとき、背後で天井がかすかになった。コンと小さな音。だが明らかに木材を叩く指の音だった。8秒後にまた鳴った。部屋の中心、真上から。その音が3度目に鳴ったとき、天井板の位置がわずかに膨らんだ。丸く人の顔が押し付けられたように。昨日より深く、昨日より近い。そして昨日より出たがっている。顔はまだ笑っていない。ただ目に当たる影が昨日よりも濃くなっている。こちらを捉える気配が強くなっている。ライトを当てると天井材の継ぎ目が細く割れた。割れ目の隙間から黒いものが見えた。影ではない。丸く濡れた瞳のような形。その瞬間、わかった。天井の裏側にいるのではない。裏側の空間を通っているのではない。天井そのものの中にいるんだ。そしてその層は昨日よりも薄くなっている。次に来るとき、あれはもう天井に張り付いてはいない。部屋の空気に触れているんだ。3日目、2階へ上がる階段の途中ですでに違和感があった。一段踏み出すごとに視線が自然と上へ惹かれる。天井を見上げる癖が体に染みついていた。部屋の扉を開ける。入った瞬間、天井が近い。
昨日より確実に低くなっている。構造は何も変わっていないのに圧だけが増していた。ライトをつけるとすぐに分かった。天井の中央が明らかに膨らんでいる。丸い人の頭が裏から押し当てられている形だった。昨日まで見えていた顔の輪郭はない。目も口もまだ浮いていない。代わりに天井板の木目が引き伸ばされ歪んでいる。内側から押されている証拠だった。近づくと空気が変わる。冷たさではない。重さだ。肩に何かを乗せられたような圧迫感。床の中央に立った瞬間、天井がわずかに沈んだ。沈むというより垂れ下がる。幕のようにゆっくりと。反射的に一歩下がった。すると沈みも一緒に動いた。俺の位置に合わせて真上を追ってくる。逃げ場がなくなっていた。そう理解したとき、天井の中心に線が入った。細い亀裂。だが木が割れる線ではない。皮膚が引き裂かれる直前の薄い裂け目に似ていた。亀裂の内側がわずかに黒ずむ。影ではない。奥行きだ。次の瞬間、そこから丸いものが押し出された。額だった。皮膚の質感が天井材とは明らかに違う。続いて目の位置に当たる部分だけが盛り上がった。だがまだ開かない。閉じたままのまぶたの形だけがくっきりと浮いている。息が詰まった。視線を外したいのに外せないんだ。額の下に鼻筋が現れた。さらにその下に口の線。昨日見た顔と同じ形。だが今度は天井の中ではない。天井から垂れ下がっている。首の位置に当たる部分が細く伸び、そこから先がまだ天井の中へと続いているのがわかる。顔だけが先に出てきている。その顔がゆっくりと目を開いた。白目がなく黒一色。光を反射しない穴のような目。視線が合った瞬間、足元がふらついた。顔がほんの少しだけ動いた。左右ではない。上下に確かめるように。降りる距離を測っている。天井の裂け目がさらに広がり、首の下に肩の形が浮いた。そこまで見えたとき、はっきりと理解した。この家で夜逃げをしたのは家族だけではない。上に置いてきた何かが今になって降りてこようとしている。天井から垂れた顔が俺の真上で止まった。そしてあとは落ちるだけの位置だった。天井から垂れ下がった顔は俺の真上で止まっていた。目は黒い穴のようで光を返さない。見られているというより
覗かれている感覚に近かった。動けなかった。逃げようと後ろに体を倒しても足が床に張り付いたように重くなる。だが視線だけが動く。どれだけ目をそらしても最後にはまた天井に吸い寄せられた。上の裂け目がゆっくりと広がった。肩が落ちてくる。続いて腕の形が天井の中でうごめく。体の線が天井材を押し出すように浮き、やがてその形がそのまま抜けるように現れた。音はない。ただ出てくる感触だけが空気を揺らしていた。肩が完全に部屋へ降りると天井の膨らみは止まった。代わりに顔がこちらへ傾いた。さっきまで上を向いていた首がゆっくりと垂れ下がる。不自然な角度のまま俺をまっすぐ覗き込んできた。その顔には表情がなかった。ただ穴のような目だけがこちらの位置に吸い付いていた。見た瞬間、肺が固まり息が止まる。そしてその顔が下へ降りてきた。まるで床へ触れたいかのようにじりじりと。部屋の空気が押され影が引きつる。冷たさが額の上まで降りてきた。その時突然肩に何かが触れた。冷たく湿っている。見なくてもわかる。天井から降りてきた腕が俺の肩に触れた。その瞬間、全身の力が抜けた。膝が崩れるように落ち、視界が揺れる。倒れた拍子に床を両手で押さえると、床板がわずかに沈んだ。沈む場所は俺の形そのもの。まるで最初からここに倒れると決まっていたようだった。そして天井の存在がさらに体を下ろしてくる。顔が目前まで降りてきた。吐息はない。気配だけが降りかかる。耳のすぐそばで空気がひどく重くなる。目の穴がすぐ目の前にあった。吸い込まれそうな深さだった。そこにはどんな光も映らない。次の瞬間、顔が床すれすれまで落ちたんだ。俺の視界いっぱいにその目が広がる。そして口が開いた。声はない。ただ暗闇だけがはっきりと見えた。その奥は天井ではなく、まるで上の空間そのものが続いているようだった。腕が肩から背中へ移り、じわりと押された。床が沈み始める。俺の体ごと形を変えるように沈んでいく。抜け道ではない。最初からそこへ落ちる穴があったかのように自然に沈む。顔がすぐ目の前に迫り、暗闇が視界を飲み込む直前に理解した。天井の顔はずっと家族を見ていたのではない。ずっと次に来る誰かを
待っていたんだ。最後に視界が黒く染まる瞬間、天井の顔と同じ位置に俺の顔が浮かんだ。そして天井には今2つの顔がある。